皆さん、こんにちは。今週もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございます。皆さんの一週間はいかがでしたか？私は先週、親友の結婚式に参加したり、今週末は友達とキャンプに行く予定で、かなり充実した一週間を過ごしています。さて、今週でポッドキャストエピソード5になりますが、今週はとても興味深いトピックを選んでみました。今日のトピックは、日本の新しいライフスタイル、お一人様文化についてです。一人で旅行をしたり、食事をしたり、この一人で楽しむ文化がなぜ日本でこれほど人気なのか、その秘密を一緒に探っていきましょう。では、まずコーヒーを片手に乾杯。今週も美味しいコーヒーを飲んでいきましょう。皆さんは一人でカフェへ行ったり、映画を見たりするのは好きですか？日本では少し前まで一人で行動することをぼっちや一人ぼっちと呼んでいて、あまり良くないイメージがついていました。しかし今は全く違います。今では一人で行動することは自由で楽しいこととしてポジティブに捉えられています。お一人様と呼ばれたり、ソロで活動するため、それを略してソロ活と呼ばれたりしています。ソロ活を楽しむ背景には、一人で行動すること、イコール孤独ではないという新しい認識があります。日本は集団主義を大切にする国というイメージがありますよね。でも、ここ最近でその文化が大きく変わってきました。今日は集団主義と呼ばれる日本社会で、なぜお一人様文化がここまで発展したのか、その変化の理由をユニークな現象や最新のビジネスを例に3つのポイントで解説していきます。まず1つ目に最もわかりやすいのが食事です。以前はラーメン屋さんなどで一人で食事をするのは普通でしたが、焼肉やしゃぶしゃぶのような普段友達や家族などと一緒に行く場所に一人で入るのは少し勇気が必要でした。しかし、今は全く違います。なぜなら、お一人様専用店がどんどん増えているんですね。例えば、一人焼肉のお店では、一人用のロースターがあって、自分のペースで自分の食べたい量を決めて、好きなように焼肉を焼いて、ゆっくりと食べることができます。また、ラーメン屋でも一蘭のように仕切りのあるお店が増えているので、一人で入っても他人の目を気にせずにゆっくりとラーメンを食べることができます。また、このようなお店が増えたのは、日本のおもてなし精神が関係していると思います。お客様が快適に過ごせるのであれば、一人でも二人でも三人でも関係ないという考え方が社会に浸透してきたからです。実際に私も一人でカフェやラーメンを食べに行ったりするのが好きです。そして今月は一人でこじんまりとした焼き鳥屋さんにも行ってきました。で、面白いなと思ったのが、一人で行くと他にお一人様で来ている方や、あとは店主の人とおしゃべりもできるので、違った楽しみ方ができるんだな
ということを学びました。さらに最近はソロキャンプや一人カラオケなど食事以外の趣味の分野でもお一人様文化が広がってきているなと感じます。これらのビジネスの成功は一人でいる自由を尊重し、それをサポートする環境を整え始めたのが、この文化を急速に発展させたのかなとも思います。次に、二つ目は、旅行や移動におけるお一人様文化です。日本は集団行動を大切にする国だと言われています。確かに、職場や学校では和を乱さないことが重要視されています。しかし、その裏で他人に迷惑をかけずに自分のことをするという個人の尊重も深く根付いています。例えば、日本の新幹線や電車ですが、乗客は皆さん静かに過ごし、大きな声で電話をしたり話したりはしません。これは他の一人客の静かな時間を尊重しているという理由もあります。このように日本人は集団での調和を保ちながらも他人の自由な時間や空間を乱さないよう、お互いを尊重し合うというバランスをとても大切にしています。そして、このバランスがお一人様文化にも現れていると思います。そして最後に三つ目は、なぜ集団主義と呼ばれる日本でこれほどお一人様文化が発展したのか、その理由をより詳しく見ていきましょう。多くの日本人は学校や会社などで周りとの調和を重視するあまり気疲れすることが多いと言われています。これは皆さんが聞いたことあるかもしれない空気を読むことにも似ていると思います。会議での意見や学校での会話、すべてに気を配る必要があって、疲れてしまうことも珍しくありません。そのため、お一人様の時間は集団から解放される大切な時間なのです。誰にも気を使わず、自分のペースで自分の好きなことをできる大切な時間です。これはきっと現代の日本人の多くの方にとって心の休憩のような役割を果たしていると思います。また、日本文化には古くから一人で過ごす時間をリスペクトすることが根付いています。俳句や短歌を読む孤独な時間、茶室での静寂や座禅、いずれも内面に向き合う一人時間が重要視されてきました。普段は集団の中で責任を果たし、そして一人の時間では誰にも迷惑をかけずに自分のやりたいことを思いっきり楽しむ。このオンとオフの切り替えを社会全体が認めているからこそ、このお一人様文化が発展したのかもしれません。今日はお一人様文化やソロ活などと呼ばれる日本のユニークな文化、ライフスタイルを取り上げてみました。日本のお一人様は孤独ではなく自分自身を大切にするための積極的で豊かなライフスタイルだということが明らかになったと思います。そして、その自由と自己成長のための選択を社会全体がおもてなしの心で支えているのが
今の日本の姿です。皆さんの国でお一人様が楽しむためのユニークな文化やお店があれば、ぜひコメントで教えてください。それでは今日のカフェはここでおしまいです。今週もみゆの日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございました。また来週のみゆの日本語カフェでお会いしましょう。皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。またねー。